皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。さて今回は SWS10 周年記念動画第2話開発裏話その1ということで、記念すべき SWS 第1弾神殿からシリーズ初期の機体を中心にご紹介いたします。合わせて造形村親父こと開発総司令官重田社長には企画そのものを立ち上げたきっかけや開発にかける思いを、そして SWS マイスター小林直樹氏にはキットを実際に組んでみた感想や攻略のワンポイントなどそれぞれ語っていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速重田社長、すでに世界中にたくさんスケールモデルメーカーが存在し、あらゆる機体が各スケールで出尽くしていると言っても良い状況の中、どうして SWS を立ち上げることになったのですか？はい。実は私が創業して今、日本中にホビーショップを展開しているボークスという会社があるんですが、今から50年前、私の、夢を妻と2人で日本中にホビーショップボークスを立ち上げてみたいなというのがあったんですね。その時から飛行機のいつかは航空機のプラスチックモデルを作ってみたい。漠然とまだまだ創業当時はもう食べるのが精一杯で、そんな夢が実現する叶うとは思ってはいませんでしたが、でも心のどっかに飛行機のプラモデル作ってみたいなと一人で、夢を見ていました。でそれが、ある時、今から10年前、家内のたった一言、そんなに飛行機がやりたいならやってみたらという一言ポッと彼女が言ってくれたんですね。それまで、ずっと抱いてきた胸の使いがスーッと降りたような気がして、ならスーパーウィングシリーズ、その時にもうすぐに、頭に浮かんだんですが、航空機のプラスチックモデルを一段高い、いや二段高い、レベルでこのように問うてみたいなという第一歩、その時から始まったような気がします。はい。なるほど。モデラーの長年の夢であり、ご自身の夢である様々な思い、願いを実現するために SWS 企画を立ち上げたんですね。はい、では次に SWS におけるスケールモデル再現とはどういったものを目指していたのですか？まず一番最初に私の頭の中、胸に浮かんだのが、正確なフォルムを持ったプラスチックモデルキットを作りたい。機種についてはね、あれがやりたい、これがやりたい、あれもやるんだったらこれもやりたいという、本当にもう続々とたくさんの飛行機が頭の中に浮かんできたんですが、でもやっぱりそれまでに集めていたり、あるいは趣味で作っていた飛行機のプラモデルがどこか自分の思ったような、いわゆるフォルムをしてないんですね。胴体が短かったり長かったり、翼と胴体の感覚が少し違うような気がする。当然日本は敗戦国ということで、第二次世界大戦中の飛行機の資料なんかも、あるいは写真なんかもほとんどもう限られたものしかありませんでしたから、その、航空班というか宣伝班が撮った一番かっこのいい写真だけがいわゆる残っていて、その他の細部の写真、あるいはいろんな方向から見た写真なんかなかったんですね。だからまずは一番その飛行機の、正確な美しいフォルムを再現してみたいなというのが一番最初に浮かびましたね。それともう一つ、さまざまな飛行機の形態を、どうしてこんな形してるんだろう。偵察機の形、戦闘機の形、爆撃機の形、そして各国の時代時代による、あるいはメーカーによる違い、用途による違いもあったんでしょうが、どうしてこのような飛行機の、スタイルっていうか外形が違うんだろう。その中身についても知りたかったんですね。それまでのプラスチックモデルキットっていうのは、左右を合わせると胴体、上下を合わせると翼、それを組み立てると航空機というような、あとプロペラを貼り合わせて、風防、透明風防を乗せるともう飛行機になってしまうというね、キットがすごく多かったんですが、私が SWS シリーズでやりたかったのは、その飛行機の用途とか、あるいは開発の意図を反映する、あるいはその
内部構造からそれをしっかりと学べるようなキットを作ってみたい。そんな思いが2つ目に強かったですね。そして3つ目には、それが本当に稼働するというような、特にエンジンがどのように機体に装着されるのか、あるいはそのエンジンが起こすいわゆるプロペラのモーメントとか、さまざまな反力に対してどのように飛行機がまっすぐ飛んで降りてくるのかというのね、ことまでを、プラスチックモデルで追求できたり知ることができたらいいのになというのがありましたね。徹底して実機を模型で再現することにこだわったんですね。確かに気がつけば京都本社のエントランスに続々と実機のエンジンやらプロペラやらが日に日に増えていったように思います。それでは SWS 第1弾神殿から詳しく振り返っていきましょう。その前に社長、なぜ第1弾を神殿に選ばれたのですか？私が SWS キットを本当に発売することができたら、たくさんの、当時私たちの会社の中にこの SWS キットを開発しようという話をしてたんですが、ある社員が「社長、それだったら神殿どうでしょう?」って言うんですね。おお、神殿、そうなんです。もうこのビデオを見ておられる方にはよくお分かりだと思うんですが、私たち、日本の航空機のスケールモデラーにとって特にこの神殿については思い入れが特にあるんですね。なぜかというと、第二次世界大戦のもう末期、その時の米、陸軍の B29 という超大型の爆撃機が日本中の空を、爆撃、そして攻撃に来てたんですね。でもあの飛行機、あの大編隊で、私は1940年、47年生まれですから、第二次世界大戦のことはほとんど知らないし、後から戦記を読んだり資料を見たりしてしか分からなかったんですが、その当時の日本の軍人、特に、航空隊にいるパイロットなんかにしてみれば、あの B29 の大編隊に対して一矢報えないだろうかという思いがきっとあったと思うんですね。そんな中に今私が手に持っているこの円底翼で、プロペラを後ろにあの1万メートルの航空にまで一気に駆け上がって B29 に30ミリ機関砲を浴びせることができる機体ができたらな。でも実際に1機だけ完成してわずか15分ほどの飛行を終えて、この飛行機は、ついに、日本、空軍の、日本海軍機の、一機になり得なかったんですが、これをどうしても SWS の第1期目に持ってきたいなっていうのは、そのメンバーの一人が「社長、神殿どうでしょう?」その時に「そうだね、神殿やろうか」。でも神殿のことについてほとんど何も分からなかったんですね。数枚の写真が残ってるだけ。資料もほとんど散逸して、もう特に試作機ですからそんなに、多くの活躍をしたわけでもないし、飛行記録も残されていないし、どうやってこれを再現するのか途方に暮れたのも事実でしたね。でもそこですごいことがあったんです。
確かにそうですね。なかなか資料が少ないところに、でも、なんとですね、スミソニアンの方から、取材の許可が下りたんですよね、ちょうどその時。それで早速私たち解説チームは取材に行ってきました。そうして、実現した第1弾神殿、実際それを組んでみて小林さんいかがでしたか？ですね、初めて神殿のキットを見た時ですね、従来の模型とは違う、なんだこれはっていう感じでしたね。構造物がまずあって、フレームとかですね、エンジンその他あって、それに外板をこうかぶせていくという、このメーカー、実際の機体を作りたいんだっていうようなことを、感じました。それでですね、そのキットの内容を見たときに、このキットを活かせる作例は何かなと考えました。そうすると、あっちも見せたい、こっちも見せたいということになったんですね。ということで、工場からこうロールアウトされる直前ですね、完全に組み立てできる前の、まだエンジンも取り付けしてないような状況を、機体も塗装されていなくって、それがピカピカの状態を作りたいなと思いました。なので、私の得意なそのメタル張りですね、それを作例として応募してみました。で、神殿はですね、このように得意な機体なんですけども、私の中にはこの中の構造までは一切なかったんですね。ところがですね、そういう作例を作る中でですね、制作を進めていくと、どんどんこう中身がですね、分かっていくんですね。で、しかも、作ることによってですね、例えば空気の流れ、それから排気の流れ、それから、機銃のですね、砲弾とか、それから廃棄されるとか、そこら辺の流れまで全部分かってくるような、なんていうキットなのこれっていうふうに感じました。それと、あと、製作の途中でおっと思ったのはですね、ここのタイヤのこの脚柱の取り付け口なんですけども、表面、この表に出てる分に関してはもう実機通りに作ってあるんですけども、取り付け口はですね、アイデアが満載っていうんですか、四角いちょっと太い棒になってましてね、それを四角い穴にスコンと入れると角度、強度、全て決まってしまうようなことで、おーっていうふうになりました。もちろんですね、脚柱のこの、角度とかは説明書には書いてあるんですけども、それ以上にですね、組み立てを考慮した、実機とそういう組み立てを、うまく融合させたそういう設計になっていると思いました。それからですね、このキットを組むためのポイントっていうのをね、ちょっと皆さんにお知らせしようとかと思ったんですけども、言えることは説明書に忠実に従って作っていただきたい。っていうのはやはり今までにないキットですから中に物があってそれを挟んでいく。そういうことをですね、丁寧にきれいに作られた説明書がついています。その説明書の中にはですね、このパーツ何？このパーツ何っていう名前とか、それから名称ですね、それからそれをどのようにつけたらいいか、注意書きまで全部根節丁寧に書かれているんですね。ですからそういう今までにない説明書を見ながらですね、作っていくと、さらにこう理解力が高まってですね、この機体がどういう機体であったかということが学べると思います。私はこれを作ってですね、ますますこのフォルムが気に入ってかっこいいなというふうに思いました。はい。さすが小林さん、見るとこはしっかり見ていただいてますね。そうなんです。まず飛行機のプラスチックモデルっていうのに、私が求めていたフォルムの正確さ、美しさ、そして内部構造の再現をしてみたい。そしてこれが本当に空中起動して、自分の基地に帰ってこれるまでの思いが全てこの中にこう詰め込めたらなというのがあったんですが、きちっと見ていただいているので本当に嬉しいんですが、やっぱり説明書に忠実に従って作るということを一旦はこの神殿では守ってほしいんですね。なぜかと言いますと、今のSWSキットは相当進化発展してきてまして、初めてプラスチックモデルを組み立てる方でも割と容易に作っていただくことができるんですが、何せこれ10年前の、しかも我々が第1弾目に試行錯誤であっちにこっつんこっちにこっつん、もうトラブルだらけの中から生まれてきた、もう本当に四苦八苦をして完成したようなキットですから、エンジン、それからエンジンフレーム、機体構造の全体をこう作ってはきたんですが、やっぱり
まだまだ腕が追いついてないところがありまして、今このビデオを見ておられる方がよしなら自分作ってみてやろうと思ってさっさと今までのような、組み立てキットの感じで作っていかれると必ず失敗してしまいます。もう間違いありません。だから先ほど小林さんがおっしゃったように説明書の1ページ1コマ1コマに忠実に従って組み上げていっていただくとどなたにもこれを再現していただくことができると思います。私どものメンバーの中に、小島君っていうのがいるんですが、これはもうずっとこのスーパーウィングシリーズのみならずね、他の私たちがお届けしている、その他の、メカキットの、説明書を一手に引き受けてくれて、自分でも組み立てながら、説明書を一枚一枚一コマ一コマ作ってくれているという、親切丁寧な説明書になっていますので、ぜひ、今の小林さんの言葉を受けてよし神殿に挑戦してみようと思われる方は、説明書忠実にお願いします。なるほど。まさにモデラー目線の配慮が随所に盛り込まれているんですね。しかも読みながら組み立てていくだけで実機も学べる。素晴らしいですね。さあ、それでは次にですね、第2弾 TA152 についてはいかがでしょうか。先ほどの神殿の開発経緯について少し、お話ししましたが、この TA152 についても全く同じことが思えるし言えるんですね。大戦末期もうほとんど、戦力を失っていたルフトワッフェドイツ空軍の中にこれが登場したんですね。メッサーシュミットとフォッケウルフといえばドイツ空軍の二大巨頭で、この2機があったがゆえにドイツ空軍はそこまで活躍ができたと思うんですが、中でもこのタンク博士が最終形として大空に送り出したこのタンク152、これがやってみたい、神殿と同じようにあれがもっともっと間に合えばという航空機ファンがなんとなく漠然と思う憧れのような存在であるこの機体がいたんですね。神殿の次にはルフトワッフェのTA152 をやってみたい、そんな思いがふつふつと湧いてきて、しかもこの木製のプロペラ、これを持って1万メートルの航空 B17 を迎撃に上がっていくんですね。なんというか爆音が聞こえてくるような、プロペラが空気をかいていくような音まで聞こえるようなキットにしてみたいなという思いがあって、第2弾はこの TA152 に決定し、そしてまた博物館巡りをすることになってしまいました。そうなんですよね。ようやく取材ができるようになった頃には金型がほとんど出来上がってたんですよね。そうなんです。実は金型が進行が早くって、もうイケイケどんどんの頃でしたから、金型が銅型から本金型に移れるというところまで迫っていたんですが、スミソニアン博物館の方から取材の OK が出たんですね。そこでまた私たち大わらわ、もうそこにつぎ込んでいた資金が、どっかに空中にパッと消えてしまうような事態に陥ってしまいました。そうですね。確かに金型をやり直したりとかすごく大変でしたけども、やはりそういったその社長の思いに応えるために世界中あちこち取材に飛び回って、小林さんもタイトなスケジュールにもかかわらずめちゃくちゃ素晴らしい完成品を作ってくれてるんですよね。実際小林さん TA152 を作ってみていかがでしたか？この TA152 なんですけれども、機体の構造は神殿と同じく中の方まで、再現されているんですけども、なかなかアイデアの詰まった機体だと思います。この長大な、翼を
ピシッと仕上げるためにですね、この前縁部のこのパーツがワンパーツになってまして、こう収まって、固く頑丈にできるとかですね、それからこの足もですね、この角度、それからこの強度をね、保つために入れてひねるという裏技というか、すごいアイデアの詰まった機体のキットだと思います。実際にですね、これを作っていて、それと思ったんですけども、エンジンを作ってですね、エンジンマウントがここに入ってくるんですけども、これを作った時にですね、思わずこう時間が止まったような顔、素晴らしい、綺麗だな、美しいなというふうに感じてしまいました。それだけでこう絵になるような感じです。でそれを、思いを馳せていくとですね、後ろにこう胴体がついて羽がついてっていうようなことで、思わずこの制作にこう弾みがついたというふうなことをですね、今蘇ってきています。それと、当時ですね、これもやはりメタル箔を貼るっていうメタル張りで、制作をしたんですけれども、このキット、実は実機と同じで翼にこう胴体を乗せるっていう制作過程が再現されてるんですね。そうするとメタルを貼った、翼と胴体をこうはめるときにですね、実際の工場でこう組み上げてるような、そんなこう錯覚っていうかですね、体験をさせてもらったっていうね、そういうキットになります。で SWS のキットなんですけども、これは内臓物があって側をつけていくとですね、作っていくうちにどんどん本当に頑丈になっていきます。ですからこんな細い機体でもですね、もうすごく頑丈にできるっていうのはですね、これでもよく分かって、実機もそういう形なんやなというふうに自分でも理解したということです。はい。はい、じゃあ次にですね、最後になりますが、重田社長が最も思い入れのある機体の一つ、スカイレーダーについてはいかがでしょうか。朝鮮動乱を経て、ついにはベトナム戦のベトナムの中にこのスカイレーダーがまだ使われてるんですね。まさにタフガイ、あるいは空飛ぶダンプカー、さまざまな呼び名があったんですが、これも私が SWS でやってみたい機体の中の、最有力の中の一機やったんですね。なんでスカイレーダーが大好きかというとね、当時の私、ボークスを始めた頃に、なんですかね、レベルの、米国のレベル社の40分の1のスカイレーダーがまだ発売になってたんですが、それはもうその当時のプラスチックモデルの常識をはるかに超える、内容で、この爆弾層の爆弾を動かすことによってさまざまなギミックが動くというのをね、触れ込みで発売されたんですが、とうとうついに最後までそれを組み立てることができなかった、辛い思い出というか、残念な思い出がありました。だから SWS でこれを再現するんだったら、やっぱりもうこれ以上はないというこの A1 スカイレーダーを再現してみたいなという思いがもう日に日に高まってました。ジェット戦闘機が全盛のベトナム戦の中でね、もう唯一と言っていいぐらい、多様な、任務にこのスカイレーダーが当たったかと思うと、なんかこう、無視できないようなね、なんかこう兄弟のようなというか、ちょっとなんか独特の、感情が働く、思い出の機体ですね。でこれをやりたいがゆえに、SWS に入ったというのも一部あるんですね。そんな感じです。なるほど。社長、空飛ぶタフガイとか、いろんなあだ名をつけてスカイレーダーのことを愛してらっしゃるんですもんね。そのスカイレーダーなんですけども、A1J 空軍型は神殿 TA152 と同じ時に取材に行きました。こちらはメリーランド州スートランドにあるスミソニアンの復元施設ポール・イ・ガーバーファシリティのハンガー内にそれぞれ保管されていました。で A1H 海軍型
こちらはですね、ライデンとかを主題に行ったチノの、プレインズ・オブ・フェイムですね、カリフォルニア州サンディエゴにある、プレインズ・オブ・フェイムの近くにありましたミッドウェイの博物館に行って、甲板に展示されていたものを取材しております。そうやって出来上がった第3弾、スカイレーダーですけども、こちら稼働キットということもありますが、初めての稼働機構を盛り込んだ SWS キット、小林さん実際に組んでみていかがでしたか？はい、スカイレーダーなんですけども、私のこうですね、思っていたスカイレーダーと、随分と違うものが目の前に現れました。私の思ったスカイレーダーはですね、武骨な胴体とですね、そういう全体にこう頑丈なだけの、そういうあまりデリカシーのないというか、そういう感じのことを思っていたんですけども、実際に作ってみるとですね、非常にこうラインがですね有機的で、美しいというところがね随所にあって、びっくりしたのを覚えています。まさにここら辺のラインとか、この背面ですね、ここから垂直尾翼に至るこのねじれのラインとかが非常に綺麗なんですね。翼もちろん展開してもすごく綺麗なんですけども、そういうことで私のこの認識をちょっと変えてくれた、機体であると思います。でですね、今これは折りたたんでますけどと言いますが、この先ほど紹介があったように初めての稼働モデルということで、翼がこう折りたためるわけですね。それで私普通にこうパタッと畳めるのかなと思ってましたら、作ってる時にですね、少しねじれながらこう畳んでいくんですね。パーツ割りがですね、そこに隙間がありますよと。隙間を作りなさいと。その隙間でそのねじれを表現できるようになっています。そういうことで意欲作だと、そういうところまで再現したっていうのはね、すごく意欲作だなと思いました。それと同時にねじれということで、実はこのプロペラなんですね。プロペラもですね、非常に美しくこれがねじれています。これ見たときですね、なんか、実物でそのまま飛んでいくのかいなっていうぐらいのですね、出来で、すごく心惹かれました。こんな、武骨な機体ですけれども、中の、桁とかですね、中の胴体の中身もですね、すごくよくできてて、本当に作ってて、楽しくなるキットだと私は思いました。ですね、武骨だと思う人が起きたようですね、そういうふうに仕上げてくれたっていうね、開発陣のですね、そういう取材の苦労というのがですね、すごく垣間見える、そういうこともね、感じられるキットです。ぜひ作ってみたらどうだろうと思いました。さすが小林さんですね。この難しい機体をよく作ってくれました。でも楽しんでいただけたようで僕たちも嬉しいです。さて、やはりですね、開発費は1回目ということもあって語り尽くせないくらい皆さん思い入れもございますが、そろそろお時間ということで。もうこんな時間。いやー、これでいくと現在に至るまで相当なビデオの長さになりそうですね。でも皆さんがあれと思われることにちょっとは答えられたかなと思うんですが、次回には、いよいよ第2世代マスタングであるとかウーフであるとかね、この辺のことについてのちょっとした話題も、今回の第1話から、参考にして、皆さんと共に楽しんでいきたいと思います。どうか楽しみにしてくださいね。ありがとうございます。そうですね、やりましょう。はい、それでは次回は開発にはその 2SWS 第2世代編ということで2022年の初め頃公開予定ですので、ぜひお楽しみに。重田社長、小林さん、ありがとうございました。ありがとうございました。お楽しみに。